それは本当に偶然だった。お母さん？大丈夫ですか？近くまで用事があったので、義実家を久しぶりに訪れた私。玄関は開いており、家の中は荒れている。そこで義母が泣きそうな顔で座り込んでいたのだ。最後に見た時とは打って変わってかなりやつれている。あんなに元気だった義母の笑顔はもうどこにもなかった。お母さん、お姉さんは？わからない。一昨日くらいからいなくなってしまったの。スマホもどこかに隠されてしまって。急いで義士に連絡するも、彼女は悪びれもなくこう言い捨てた。ボケ老人は旅行の邪魔なのよ。私が帰ってくるまであんたが面倒見てな。その瞬間、凄まじい怒りが私の全身を覆い尽くした。夫の姉だからといって、もはや許せるものではない。まさかこんなことになっていたなんて。いくら家族だからって、人として最低すぎるわ。こうなったら、私がとことん追い込んでやる。私の名前は桜井茜、29歳。アパレルブランドの社員として働く兼業主婦だ。夫の和樹とは結婚して2年目。今は互いに仕事が忙しいため、子供も特に考えておらず、仕事に没頭する日々。それでも不満はないし、交際当初から彼の優しさは変わらない。むしろ結婚して一緒に暮らすようになってから、互いを尊重し合う気持ちが増したように感じる。結婚挨拶で初めて義実家を訪れた際、私は彼の性格の良さに納得した。義父はすでに他界しており、義実家には義母が一人だけ。だが、義母はとても温厚で、笑顔が素敵な人だった。茜さん、和樹のこと、よろしくお願いね。私を本当の母親だと思ってちょうだい。ああ、この人に育てられたからこそ、和樹はこんなにも優しくて素敵な人なんだ。改めてそう感じ、安心して籍を入れることができた。それから私は夫との新生活をスタートさせる。第二の母もでき、本当に幸せでいっぱいだった。だが、入籍から半年後、ある問題が発生する。それは、義実家で一人暮らしをする義母からの電話で発覚した。茜さん、もうすぐお誕生日よね。何か欲しいものある？義母のその発言に心臓がドクンと跳ねる。なぜなら昨日も電話で同じことを聞かれたからだ。動揺を表に出さないよう、あくまで平静を装って私は会話を続けた。お母さん、それなら昨日電話で一緒に食事に行こうってことになりましたよね。あら、そうだったかしら。ごめんなさいね、最近物忘れがひどくて。いえ、大丈夫ですよ。昨日の電話の内容忘れちゃいましたか？ごめんなさい、茜さん。私、ここのところちょっとおかしいみたいなの。お母さん。不安になった私は夫に相談することにした。ただいま、とリビングに入ってきた彼に早速話を切り出す。ねえ和樹、お母さんのことなんだけど。母さんがどうかしたのか？気のせいだったらごめんね。お母さん、もしかしたら認知症かもしれない。え？母さんが認知症？うん。
実はさ、私は夫に事情を詳しく説明した。昨日電話で話した内容、今日も電話で話してきたこと、確認しても昨日の話の内容を覚えていないこと、そして物忘れが多いと義母がぼやいていたこと。これにはさすがの夫も驚いたようで、週末義実家へ行くことにした。するとそこには義母だけでなく意外な人物がいた。お姉さん？そこにはすでに結婚して県外に嫁いでいるはずの義士里穂の姿があった。ソファーに寝転びながらこちらに視線を向け、彼女は気だるそうに言う。あれ、和樹じゃん。久しぶり。なんかよ。は？なんで姉ちゃんがここに？なんでって別にいいでしょ？実家なんだから。そうだけど、旦那は？子供たちだって。ああ、言ってなかったっけ？私、この間離婚したんだよね。は？なんだよそれ。じゃあ子供は？別にいらないし、あの男にあげてきた。なんだって。義士と夫の会話に義母は何とも気まずそうな表情をしている。空気が凍りつく中、義士はためらうことなく爆弾を投下した。てなわけで、私今日からまたここに住むことになったから。ちょっと待てよ。母さんは今大変なんだよ。お母さんが大変？どういう意味よそれ。いや、それは。何？あんたまさか姉の私に家族のことで隠し事してるわけ？そういうわけじゃないけど。じゃあ何よ。さっさと言いなさい。義士は夫に詰め寄り、ぎろりと睨みを利かせている。ここまで来た以上、黙っているわけにはいかないだろう。義士が実家で暮らすというのならなおさらだ。実は、夫は義士にこれまでの経緯を説明した。そして、これから病院へ義母を連れて行くことも。しかし義士は一切心配する素振りを見せず、勝手に連れてってね、とどこか人事だ。自分の母親が認知症かもしれないのに、どうしてそこまで余裕でいられるのか。私には理解できなかった。お姉さんは自分の母親が心配じゃないってこと？もしかしたらお姉さん自身のことだって忘れちゃうかもしれないのに。一緒に住むというなら、なおさら心配するのが筋ってものじゃないの。義士に対して薄情さを感じながらも、面と向かって口にすることはできなかった。その後、悶々とした気持ちを抱えたまま、私は夫と共に義母を病院へ連れて行った。いくつか検査をした結果、義母は初期段階の認知症だと診断されたのである。私、これからどうなっちゃうのかしらね。困ったように微笑む義母を見ているのが苦しくなり、思わず涙が出そうになってしまう。だが、ここで私が泣いてしまったら、義母が余計不安に思うだけだろう。そう思った私は、義母ににっこりと微笑みかけた。大丈夫ですよ、お母さん。先生も言ってたじゃないですか。あくまで初期の段階だって。でも、認知症は完治しないんでしょ？進行が止まることもないし。そうですけど、進行を遅らせる薬があるし大丈夫ですよ。お母さんが私たち家族のことを忘れるわけないでしょ？あかねさん。そうよ。その通りよ。家族を忘れるわけがないわ。
その息ですよ、お母さん。義母に笑顔が戻り、運転中の夫もほっとしたような表情を見せる。定期的に義母の様子を見に行き、病院にも付き添うようにしよう。そんなことを考えていた。だがその1週間後、事態は大きく急変する。きっかけは私にかかってきた技師からの電話だった。もしもしと応じる私に、彼女は泣きそうな声で言った。あかねちゃんお願い、助けて。お姉さん、どうしたんですか？私のお願いを聞いてほしいの。お母さんと和樹には内緒で。お願い？焦ったような技師の声にざわざわと胸騒ぎがする。自らの心を落ち着かせ、私はひとまず事情を聞くことにした。お姉さん、助けてってどういう意味なんですか？お母さんの認知症がどんどん進行してるの。それで家のものを勝手に捨てたり、食料も勝手に食べちゃって、家の中がすっからかんなのよ。とりあえず今週末にでもそっちへ。来ちゃダメ。お母さん、最近様子が変なの。私のこともわからない日が多くて。そんな。技師曰く、どうやら義母の症状はどんどん進み、技師のことさえわからなくなってしまっているらしい。それどころか、家に誰かが訪ねてくると、怒って手をつけられなくなるという。それを聞いた私の目に、じわじわと涙が溢れてくる。大好きな義母が私を忘れてしまうかもしれない。それが何よりも悲しく悔しかった。お母さん、どうしてこんなことに。半年前までは症状も大したことなかったのに。私はこれまでの自分の行いを後悔した。義母に認知症という診断が下されてからというもの、最初の2ヶ月ほどは顔を出していた。だがそれ以降は私も夫も仕事が忙しく、なかなか顔を出せずにいたのだ。義母のスマホに連絡するも反応はない。技師曰く、いつもどこかにスマホを置き忘れてなくしちゃうみたいとのこと。なので義母と直接話す機会もなく、技師に全てを任せきりにしていた罰が当たったのだろうか。頭の中でぐるぐるとそんなことを考えていると、電話の奥の技師がおどおどした様子で口を開いた。それでね、あかねちゃん、こんなことお願いするのは申し訳ないんだけど、お金ちょっと貸してくれないかな。お金ですか？言ってなかったんだけどね。私、夫に手を挙げられて逃げてきたの。それで仕事も辞めちゃったから、これまでは貯金を切り崩してたんだけど、そろそろ厳しくて。そうだったんですか？なら和樹にも相談を。やめて。みんなに心配かけたくないの。こっちで仕事が見つかるまでお願い。働き始めたらちゃんとお金を返すから。お姉さん。技師の声は震えており、よほど切羽詰まっているのだろう。表情は見えないが、彼女の悲痛な叫びが胸に突き刺さった。お姉さん、そんなに大変な状況だったんだ。私ってば仕事を言い訳にしてお姉さんに全て任せっきりで、できることは協力しなきゃ。仕事が忙しく義実家に顔を出せない分、せめてできることはしてあげたい。わかりました。お姉さんの口座教えていただけますか？あかねちゃん、
ありがとう。本当に助かる。翌日私は技師から指定された口座に3万円を振り込んだ。本当にありがとう。お母さんと和樹には内緒でお願いします。と技師からメッセージが来たので、今回のことは私の胸に秘めておくことにした。だが、この時の私はあまりに安直だった。技師を信じすぎて、大事なことにも気づかずに。あれから半年が経ったが、技師への援助額は時が経つごとに上がっていった。今では月に2度仕送りを求められることもある。だが、最初に技師と約束した手前、夫と義母にこのことは言えない。そこで私は個人的に弁護士に相談することにした。弁護士の話によると、口約束でも契約は成立するという。技師とのやりとりの中で、彼女は働いたらお金を返すと明言している。つまりこのまま返さなければ、技師は契約を破ったことになるのだ。技師を信じたくないわけではない。だが、もしもの時のことを考え、私は定期的に弁護士に相談することにした。そんなある日のこと。たまたま仕事の都合で義実家の近くまで寄ったので、久々に義母の顔を見ようと思った。ずっと気にはなっていたが、情緒が不安定だから、家族のこともわからなくなっているので混乱させたくない、と義師から言われており、義実家に顔を出していなかったのだ。忘れられたっていい。大好きな義母の顔を一目でいいから見たい。その一心で私は義実家のインターホンを押した。だがしばらく待っても応答はなく、物音もしない。出かけているとも考えられないので、私はドアノブに手をかけた。あれ？開いてる。なぜか鍵はかかっておらず、玄関の戸が開いている。私はそこで言葉を失った。義実家は以前とは似ても似つかない。まさにゴミ屋敷だったのだ。その中にポツンと義母の姿があった。お母さん、大丈夫ですか？最後に見た時とは打って変わってかなりやつれている。あんなに元気だった義母の笑顔はもうどこにもなかった。お母さん、お姉さんは？わからない。一昨日くらいからいなくなってしまったの。スマホもどこかに隠されてしまって。隠された？お母さんがなくしたんじゃなくて。違うの。和樹や茜さんに連絡できないようにって、あの子がスマホを隠したの。ご飯もろくに食べさせてもらえないし、家のものも勝手に売られてしまって。そんな。話を聞く限り、義母の症状が進行しているようには見えない。ひとまず義師に電話をかけると、彼女はすぐに応じたが、悪びれもなくこう言い捨てた。なんかよ、私、彼氏と旅行中なんだけど、1週間後に帰るから、それからでもいい？旅行？彼氏？何言ってるんですか？家にはお母さんが。ああ、なんだ。バレちゃったんだ。今まで援助してもらってたお金、彼と使うためだったの。お母さんになんか1円も使ってないわ。お母さんの年金も勝手に使っちゃったしね。はあ？ボケ老人は旅行の邪魔なのよ。私が帰ってくるまであんたが面倒見てな。その瞬間、凄まじい怒りが私の全身を覆い尽くした。夫の姉だからといって
もはや許せるものではない。まさかこんなことになっていたなんて。いくら家族だからって人として最低すぎるわ。こうなったら私がとことん追い込んでやる。わかりました。1週間後ですね。お帰りお待ちしてます。きっぱりそう言い捨て、私は電話を切った。そして義母の方を振り返り、にっこりと笑った。お母さん、少し待っててくださいね。私は夫に電話し、これまでの出来事を報告した。事態を把握した彼は仕事を早退し、急いでこちらへ来てくれた。夫と共に義母のスマホを探した結果、キッチンの戸棚に隠されていたのを発見する。その後は義母の荷物を一通りまとめ、3人で私たちのマンションへ向かった。義母と話し合い、今後は3人で暮らすことで合意した。義士にこれ以上好きにさせないよう、義実家を解体する運びとなった。解体開始は5日後だ。それまでに私は弁護士事務所へ出向き、義士への慰謝料請求の手続きを頼んだ。1週間後、義士の帰宅日がやってきた。ほぼ解体済みの義実家の前で、私は夫と義母と彼女の帰りを待った。すると遠くから義士が男性と腕を組んでこちらへやってくる姿が見えた。彼女はそこで空になった義実家を見てフリーズする。その直後、ものすごい剣幕でこちらへ走り寄ってきた。ちょっと、どういうことよ。ああ、お帰りなさい。見ての通り、もう義実家はありません。お姉さん、早く住むところを探した方がいいですよ。ふざけんじゃないわよ。何勝手なこと。勝手？これはお母さんの同意のもとに行われたことですよ。はあ？知らないわよ。こんなの許さない。慰謝料払ってもらうわよ。そんな義士に私は一通の茶封筒を差し出した。彼女にそれを突きつけ、にっこりと微笑む。慰謝料を払うのはあなたの方ですよ、お姉さん。はあ？あんた、何言って。まさか忘れてませんよね。働いてお金を返すと言ったこと。いや、それは、私まだ働いてないし。そもそも、お母さんのためにお金を使っていたのも嘘でしたしね。つまりあなたは、嘘をついて私にお金を借りたんです。これ、詐欺罪に当たるって知ってましたか？は？詐欺？そんな大げさな、知らないわよ私は。義士はそう言って、私に書類を突き返そうとした。私はそれを押し返し、きっぱりと言い放った。いい加減にして。いい大人のくせに、自分の行いの尻拭いすらできないわけ。どれだけ家族に迷惑かけたら気が済むのよ。お母さんがどんな気持ちで毎日過ごしてきたか、あんたにわかる？あんたがしたことは、立派な精神的暴力よ。知らない。私、一緒に住んであげてたじゃない。住んであげてた？ふざけんじゃないわよ。むしろあんたがこの家に住まわせてもらってたんでしょ。お母さんの年金を勝手に使って、私から借りたお金も全部自分のことに使って、あんたのこと徹底的に追い込んでやる。自分の罪を認識するまでね。二度とお母さんに近づかないで。言い放つと同時に、義士はへなへなとその場にへたり込んだ。
その様子を見て、相手の男は真っ青になって逃げるようにどこかへ行ってしまった。その後、義士は例の彼氏とも連絡が取れなくなり、本当の意味で孤独になったという。頼る相手もおらず、住む場所もない。そんな彼女は現在、バイトを掛け持ちしながら、なんとか生活をしのいでいるらしい。これは後から知った話なのだが、離婚の原因は義士の浮気だったという。彼女は今、30代とは思えないほど老け込んでいる。この先彼女は一人で地獄の底を這いつくばることになるのだろう。それもすべて自業自得だ。一方の私はというと、義母と夫の3人で新生活をスタートさせた。昼間はヘルパーを頼み、朝と夜は夫婦で面倒を見るようにしている。休日は買い物に行ったりなど、楽しみながら介護をしている状態だ。義母の認知症の進行は穏やかで、笑顔のあふれる日々を送っている。これからは私が娘として義母の笑顔を守っていきたい。